勇気の出るアニメですね、3つ紹介したいと思っております。懸命に正直に生きているぼっちの姿っていうのは、胸が熱くなるものがあって、持たざる者が憧れを持ってなんとか頑張っていくっていう、何回も負けて何回も負けて、で実際に次やったら勝つんですよね。こんにちは、格闘家の三上変大地です。本日は、私結構アニメとか漫画とか好きなんですけど、勇気の出るアニメですねを3つ紹介したいと思っております。1つ目は Netflix で新着エピソードがあったと思うんですけど、王様ランキングですね。王様ランキング、どういう話かっていうざっくり説明すると、主人公ぼっちくんっていうのがいて、でこのぼっちくんっていうのはある王国の王子なんですね。王子なんだけれども、いろんな理由があって、すごい非力な子として生まれたんです。でお父さん、ファンタジーの世界なので、お父さんは巨人ですごい怪力の、王様ランキングでもすごい2位だっけな、王様ランキング2位でも強さで言ったら、1位ぐらいの匹敵するぐらいの武勇を持ってるって言われてるような、すごい強いお父さんだったんですけど、なぜかぼっちはそのパワーを引き継ぐことなく、すごいちっちゃいしパワーもない、そんな子として生まれたんですね。で逆にその弟がぼっちにはいるんですけど、その弟の方は割とその剣技も優れて、巷ではぼっちよりも弟の方が王にはふさわしいんじゃないかっていうふうにささやかれてたわけですね。で弟の方はお母さんが別なんですね。ぼっちを産んだお母さんは巨人だったんですね。だから巨人同士の子なのにぼっちはちっちゃかったんですね。そのお母さんが亡くなって、次に来たお母さん、ヒリングっていうんですけど、そのお母さんが、その巨人のお父さんとの間で作った子がダイダっていう弟なんですけど、だったんです。だから腹違いの兄弟で、しかもこのぼっちはなぜか口も聞けなかったんですね。だから手話でいろんな人と話をするんですけど、でもすごく優しい子で、自分は王様ランキングで1位になるんだっていう気持ちでやってたんですけど、どうにも剣技の才能は伸びないし、力も全然つかないっていうような状態だったんですね。そういう境遇にいるぼっちがいろんな苦難の中で成長していく姿っていうのをこの作品は描いてるんですけど、何よりもとにかくぼっちの境遇がかわいそうっていうか、口は聞けない、力は全然ないで、みんなからバカにされてる。それでもすごい懸命に正直に生きてるぼっちの姿っていうのは、もうすごい胸を打たれる、胸が熱くなるものがあって、無理だよっていう風に言われててもそれでもやるっていう、そのぼっちの姿がすごい私は勇気をもらいましたね。ぼっちともう一人影っていう、ぼっちの最終的には友達になるスライムみたいなやつがいて、まさしく陰ながら支えながらいろんな冒険に出るんですけど、その影の境遇っていうのもなかなか結構きつくて、これも言っちゃうとネタバレなんでぜひ見てほしいんですけど、とにかくこのぼっちと影が世の中からはちょっと虐げられる存在、あいつなんだよバカにされるし、片っぽの方は影の一族っていうのは暗殺の一族なんで、あいつらはもう悪いやつらが関わるなみたいな感じで言われてるやつらなんで、要はぼっちはみんなにバカにされる、影はみんなから疎まれる存在で、この2人が協力して冒険していくっていうようなストーリーなんで、もうこの構成の時点で悲運というか苦難が待ち受けてるだろうっていうのはもう一目瞭然なんですけど、やっぱりその一つ一つの細かい描写、アニメーションもすごくいいし、ぼっちの表情がですね、何よりもよくぼっちが泣いたりとかするんですけど、この悔しい思いをして泣いたりとかする、その中でも泣く描写がこらえたものがガッと出てくるみたいな描写がすごく多くて、それにやっぱりちょっとやられちゃったりしますね。うわーみたいな、うわこれはきついなみたいな、すごい感情移入しちゃうんですけど、それでも前を向いていくぼっちの姿がすごい私は勇気をもらいましたね。なんでこの王様ランキング一つ押したいなというふうに思います。で2つ目は、知ってる人はもちろん多いと思うんですけど、ヒロアカですね。僕のヒーローアカデミア。これは自分自身はヒーローものっていうような感じではなくて、ジャンプ系っていう感じじゃなくて、割と苦難の道を行く人を描く
作品が割と好きなんですけど、このヒロアカっていうのはその主人公の子が多分みんなご存知だと思うんで、ある程度こう話すと、それぞれが能力っていうのを持って生まれる、世界なんですね。その話の中では手から火を出す能力だったり、なんか重力を操るとか、そういう能力です。そういうなんかスーパーパワーみたいなのを、人がある日突然目覚めるようになって、そんな中で主人公の少年はこう能力を持たない存在として生まれるんですね。でこれは結構珍しくて、でもそれでも俺はヒーローになりたいっていうふうにヒーローに憧れながら生活をしていくんですけど、ここら辺話すともう王様ランキングすごい似てますよね。持たざる者が憧れを持ってなんとかこう頑張っていくっていう、そんな作品になってるんですけど、最終的にはね、結構こいつ結構すごいやつだったんじゃんっていうふうにこう分かってはくるんですけど、残念なやつだなみたいなのからスタートするんで、能力を持っていないっていう能力ですね。逆に言うと話の構成がすごい面白くて、結構一人一人の登場人物の心理描写とかもすごいうまく描かれてるし、なんか性格と能力が結構あったりとかしてて、じゃあ実際にこう人との付き合いの中でこういうような性格の人と、出会うことになったとしたら、多分こいつってこういう能力持ってるだろうなみたいな。主人公が憧れてるもうめっちゃ強いやつがいるんですよ。そいつも実はその持たざる者だったんですよね。その能力を持ってない、能力が全然ないようなやつだったんですけど、それでもみんなからのこうヒーローみたいな感じだったんですね。そいつも実はこう苦難のエピソードがあって、主人公がすごいこう持たざる者っていう設定もさることながら、すごい主人公が憧れてる存在も実はすごい苦労をしてそのポジションにもたどり着いたんだっていうような、その一連の流れがすごい私は勇気をもらいましたね。3つ目はアニメっていう大きなくくりではなくて、あるアニメのこのエピソードがすごい良かったよっていう話になっちゃうんで、本筋からそれるかもしれないんですけど、週末のワルキューレっていうアニメなんですけれども、簡単に週末のワルキューレってどういうアニメなのかっていうふうに説明をすると、ラグナロクっていうのが起きますよ。要は世界を滅亡させます。神々がもう人間どうしようもねえから世界を終わらしちゃおうぜっていう会議をするんですね。でそんな中で、じゃあ世界を終わらせるのであれば、これまでの人間側の英雄と神側のその英雄を全員戦わして、勝った数が多かったかで人間を存続させるかさせないか決めようぜ。人間の方が勝ったのであれば人間は生かすし、神側が勝ったのであれば人間の世界を滅ぼそうみたいないうような、ざっくり言うとこんな話なんですね。そんな中で人間側はいろんな歴史上の人物とか選出されるんですけど、その中で佐々木小次郎が出てくるんですね。これがすごい良かったなと思ったのが、巌流島の戦いっていうのは結構有名で、宮本武蔵と佐々木小次郎が戦って、宮本武蔵が佐々木小次郎に勝つっていうのが巌流島の戦いの結末で、これは実際に起きたかどうかは歴史上ではちょっと定かではないんですけど、ある種みんなの中では負けた方の人間っていう風にイメージとしてはインプットされてると思うんですね。なんで宮本武蔵じゃなくて佐々木小次郎が出たのかっていうのがすごい疑問だったんですけど、このエピソードを見て自分ではすごいなるほどなっていう風に思ったんですよね。でなんでかっていうと、佐々木小次郎、その設定をもう軽く言っちゃうと、佐々木小次郎と神側の代表は、ポセイドンっていう海の神ですね、戦うことになったんですね。で、じゃあなんで佐々木小次郎が選出されたかっていうと、人生の中で最も負けを経験してる人間だからここで選ばれたっていうのがどういうことだってなるじゃないですか。でどういうことかというと、そのアニメの中では誰々と試合をしますみたいな、稽古しますでずっと負けるんですよ。で負けて、で頭の中で何回も負けるんですね。一回負けたら周りからしたら佐々木小次郎弱いわみたいなるんですね。で頭の中で佐々木小次郎はその負けたのを何回も繰り返すんですよ。何回も負けて何回も負けて、で実際に次やったら勝つんですよね。でこれが自分がやってるそのイメージトレーニングとすごいリンクして、一回負けたからといってその勝負で負けてるわけじゃないんだよっていうことを描いたエピソードだったっていうか、
自分は相手が決まった時に自分の中で何をイメージするかっていうと、どういうシチュエーションだったらやられるんだろうとか、こういう技が来たらやばいなっていうシチュエーションをすごい頭の中で想像するんですね。最初の方はすごい怖いんですよね。なんかすごい悪いイメージばっかり浮かんできて、ああどうしよう勝てるかなっていう風になるんですけど、どんどんそれを具体的に、実際シャドウでこうやってやられてみたりとかいうのを繰り返していくと、それに慣れてくるんですね。で、はい、このシチュエーションでじゃあこういう風にやられるんであればこういう風にやろうとか、イメージができるようになってって、で試合に臨む時にはもうなんか全部経験してるからもう負けた状況は全部経験してるから、やばい状況になったとしても冷静でいられるから、もう自信しか残ってないっていう風になるんですよ。だから試合に臨む時の心構えがこのイメージトレーニングを始めてから全然違ってて、格闘技に限らず他のいろんなシチュエーションでも言えることだと思うんですよね。格闘技は1回負けたら戦績に傷がつくとか、いろいろそういうことも言われるんで、一回一回の勝ち負けがすごい大事な競技ではあるんですけど、普通に働いてますっていうような人たちからしたら、1回の失敗って別に大した大きな話じゃないんですね。多分自分たちが仕事をしている中でのプロジェクトとかってそんなに大きな規模を任されることでそんなに多くないと思うんですよね。小次郎の話を見た時に、その失敗を次の糧にすればそれでいいじゃんみたいないう風にすんなり思えたっていうか、だから勇気をもらえるエピソードとしてはすごいいいのかなっていう風に思いましたね。失敗を繰り返すからこそ成功できるっていうのをアニメの中ですごいちっちゃなエピソードですごい表現しきった作品だったと思うので、この週末のワルキューレに関して言うと佐々木小次郎編だけでも見るとすごい勇気をもらえるんじゃないのかなと思いますね。失敗は成功の母みたいなのをうまく表現した作品だと思います。はい、ということでね、三上編理大地がおすすめする勇気をもらえるアニメ3選ということでね、語らせていただきました。本当はもっと一つ一つの作品を深掘りしてね、いろいろマニアックな話がしたいんですけど、軽く本当触れる程度に話しました。もし何か要望とかあれば、それについてもね深く語らせていただければなというふうに思いますので、コメントとかでもねそういうコメントお待ちしております。はい、ということでありがとうございました。また次回お手すきの際でいいのでご視聴いただければというふうに思います。失礼します。見てね。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。もっと詳しく説明をすればもっと分かりやすいこと伝えられると思うんですけど、ネタバレになっちゃうと思うんで、あんまり詳しいことは説明しないんですけど、